はい、皆さん CB400 スーパーフォアがですね、モーターサイクルショー各モーターサイクルショーでですね話題です。で、東京の方でもですね非常に人気で、昨日行ってきたところですね触るだけで長蛇の列です。はい、おそらく昨日の特別公開日でそれなので、今日土曜日はですねもっと黒山の人だかりではなかったのかなと思います。で、そんな中ですね、今日中国でですね、発売が正式発表500の方ですねになってます。でこれねびっくりしたと思うんですけども、あんだけ大騒ぎしといてですねまだ売るかどうか分かんないけどねっていうのを500も400も今朝までやってたっていうことです。でちなみに400の方はまだ売るかどうか分かんないけどね知らんけどっていうふうにメーカーがしらばっくれてる状態ですね。で、参考までですね500スーパーフォアのですね、性能がですね、出てるんですけれども、トルク 52.8 ニュートンメーター1万1000回転最高速 180km で、価格がですね99万4300円要は、日本円だとそれになってますね。はい、だから馬力で言うと71最高馬力は71.8馬力となってますね。これなんか性能の記事だとちょっと不思議なことにトルク最大トルクは41.7ニュートンメーターですね。これ1万回転ですね。はい。これはねちょっと表記が違ってましたな。はい。馬力は71.8となってます。はい。ね。で400の方がまだまだ知らんけど状態なんですけども、ここから想像するに中国の方が、上限いっぱいで出してきてるので、日本もそれに準じて60馬力ぐらいは出るのかな、60馬力ちょっとぐらい出るんじゃないかなと思ってます。はい、で金額が金額99万4300円、おそらくこれよりは安いと思いたい。はい、安いと思いたいです。はい、じゃないと日本で作って売ってる意味がないじゃん、中国の方が安いじゃんっていう風にねなっちゃいますよね。はい、どうなんでしょう。安くないと困るよ。ね。だって競合他社がないんですけど今のところ。ただ大型車のネイキッドバイクがだいたい今軒並み130万円ぐらいですね。でそこに対して130万もちょっとそのグレードが少し下げるで120万円台とかになっちゃったりとかして結構かっこいい大型車プレミアムなものがもう買えちゃうんですよ。でそこへ来てスーフォアがそこと同じぐらいの金額になっちゃったら市場価値あるのかなっていうふうにですね一般的には思われるし、価格はおそらく足を引っ張る一番最大の要因なので、どうかなと思います。中国、そうだな、どうなるんですかね。だいたい日本の方が少し高くなっちゃうのかな。いやでも中国バブルだからなとかねいろいろ考えますけれども。はい。で、メーカーの方にですね、いろいろお話を聞いてまいりましたので、ちょっとまとめます。はい。まずなぜ 400cc なのか。ね、なぜ 400cc をこの後に及んでということをズバリ聞いてきました。僕の記憶と感覚が正しければエリミネーターあたりが出たあたりから少し 400cc 日本でも出てきたかなっていう感じがするんですけれども、完全にですね日本市場にそっぽを向いてたメーカーがですね少しこっちを向いてきてくれたのかなという印象も、若干受けます。ただメーカー各4メーカーの利益どのように出しているかっていうとですね、大体その日本国内規模の100倍近い規模をですね、海外で売ってます。海外、ワールドワイド規模ですね。で、利益がどんくらい出るか儲かってるか儲かってないかの話で言うとめちゃくちゃ儲かってます。はい、めちゃくちゃ儲かってる。で主戦場は 125cc クラス小型ですね。このクラスもしくは250以下ですね、のマーケットシェアがほとんどになってます。じゃあ日本国内はどうかというとですね本当スズメの涙ですねぐらい全体から言うとそんなもんですね。はい、だから日本国内で400を売るよりは
中国の市場って日本の10倍ぐらいありますので、中国10倍どころじゃないな、おそらくは、もう20倍30倍あるのかな。なので中国市場を視野に入れたその500の方が全然商売になるわけですよ。はい、じゃあなんで400出すのって意味ないんじゃないのっていうところで、まず一つの予測は、僕がねやった予測というのは、日本国内で 400cc を出すということはそのシンボリックな意味なんですね。非常にそのホンダがメーカーとして日本市場を見てですね、じゃあ日本国内でそのホンダの中でね、名機と呼ばれた 400cc がもうない、400のスーパーフォアがもうないというのは、やっぱりメーカーイメージ的にマイナスである。だからこそシンボリックなイメージで、日本国内に対してたとえ利益がほんとちょこっとしか出なくても、出そうと、こういう意思があるというのがですね、そこは僕の予測です。はい。儲かんないことやんないんじゃないかなっていうのがですね、企業としてはきっとそうだろうとは思うんですけれども、ベースとしては500のものがいっぱいあるからね、それをモディファイして日本向けにコストを抑えてやってでも、スーパーフォアというものを日本国内で残そうとね、そういう動きっていうのは確かにあります。はい。これはおそらく他メーカーについてもそういう意味っていうのはねあると思うんですね。はい。であとはその私がこの間言ったように、日本国内であれば性能を上限1杯まで出せると、そういうプレミアム感ですね。って僕思ったんですけど、実車を見てきてですね、実車にプレミアム感あんまなかったです。すいません。こういう言い方はなんなんですけど、確かにカラーバリエーション多くて、スーファー帰ってきたな、これは売れるだろうなっていうのは思うんですけども、100万超えるとしたらちょっと難しいなと思わせてしまうようなその質感でしたね。だからね、申し訳ないんだけど、高級感が感じられるかどうかは金額による。これは皆さんも同じだと思います。はい。僕は一定数売れるとは思うんですけども、それもやっぱね金額がネックになってくるというのは思いますね。これが例えば120、130になっちゃったら、売れるとは思うんですけれども、伸び悩むタイミングは絶対来るんじゃないのかなという気がしますね。はい。で、もう一つなんですけども、昨今のそのユーザー層の流れというのが以前に比べてまた高齢化の一途をたどっています。はい。私も高齢化してるぐらいですからね。だから私ぐらいの世代がごそっと上がってるだけで下が入ってきてないんですよ。で何が起きるかというとですね、我々ぐらいの世代の人間っていうのはですね、多分そのもう大型免許が取れたものだから、こぞって大排気量を求めたと思うんです。はい。もう乗れるだけ大きいやつ乗ろうというところでね、大きい排気量に行ったと思うんですよ。でだんだん扱いづらくなってくるんですね。重たいとかね、パワーありすぎるとかね、どうせそんなにスピードを出さないとかね、いろんなところで、限界を感じてくるんですね。でそういう人たちが次何をやるかというと、排気量を下げるんです。排気量を下げても楽しめるオートバイを探すわけですね。その筆頭だったのが僕ZX25R だと思ってます。忍者の250の4気筒ですね。あれ若い人がターゲットになってない、もしくはしてたのかもしれないんですけども、若い人乗らないですね。はい。やっぱお年を召した方が乗ってるイメージですね。はい。だからそういうプレミアムな機体、高くてもいいよっていうものに対してお金を出してでもグレードダウンをしてバイクを楽しみ続けたいっていうレイヤーの人をターゲットにしてるんじゃないのかな。そういう意味では古式ゆかしい昔通りのネイキッドの形だし、今この形ネイキッドって呼ばないですよ。オーセンティックとかネオクラシックとかネオレトロとかいうデザインです。これはもう、はい、ネイキッドではない。ネイキッドっていうのはもうストリートファイターのスタイルなんで、これはもう古いスタイルなんですね。だから SR をちょっとかっこよくして出しましたみたいな、そういう感覚です。はい。なのでこういったものを出してくるっていうことはもう確実にターゲットレイヤーでいうと年齢層高めなんです。はい。
メーカーとしてそこを大事にしてくれてるかどうかっていうのは、全体的な戦略としてはそこしか売り先がないっていうですね、そういうジレンマじゃないのかなというふうにも、思います。だから今ギリギリになって躊躇してるっていうのは、果たしてこれ出して大赤字でこかねえかなっていうとこなんじゃないのかな。なんでかっていうと ZX25R の場合はすごくプレミアム感がありました。はい、高性能だな、すげえなっていう感じの装備だし、外観もそうだしあったんですけども、今回のスーフォアはどっちかっていうとその廉価機のようなイメージです。はい、これはねどうしてそう感じてしまうのかっていうのは僕もうまく言葉にはできないんですけども、やっぱまたがった時にこのねやっぱりその外装ですよね。外装のデザインとか空気感っていうのが歴代のスーファーをいじり続けてきたものにとってはもうやっぱりそこはね安っぽさは否めない。ここはねよし悪しではなくネットの中でいろいろ言われていることですけれども、それについて僕はちょっと否定はできないかなと思いました。はい、ただ現状400で楽しめる4気筒車としての、性能面等でいうと間違いなく最も高いスペックを誇っていると思います。はい、であとはそういう細かい各所の、その装備のですね、コストパフォーマンス、要は安い部品をつけて値段を下げるっていうですね、それがどう映るか。であとはこの液晶ディスプレイはものすごくいろいろ言われてるんですけども、1000F かなんかでね液晶ディスプレイの上にこうアナログメーターカバーみたいなのがついててミッキーマウスみたいな形になってるのあったんですけども、あれはダサいな。あれに比べたら、最近の流行りでねSNWR とかもみんなこういう形なので、これについてはいずれ慣れるだろうし、そんなにあれだったらアナログメーターぐらいだったらね電圧計とか自分でつけちゃえばそれなりにそのレトロなデザインなんじゃないのかな。ね、ネオレトロなデザインだからこそこの四角い液晶がね非常に逆目立ちするんだよね。だって今スマートモニターとかいろいろありますけれども、やっぱクラシカルなバイクに乗ってる人はあれつけると、ね、デザインが損なわれるからつけないっていう人は結構います。はい、これはそのうちオプションでメーター出るんじゃないかなと思います。はい、僕もそれでいいかなと思うんですけれども、なんだかんだね刀とかもそうだけど一つや二つ気に入らない部分があるもんです。はい、ただそれはそれで、いずれね、改造改良等でなんとかなるものなので、そこはそこまでネガティブに考えなくても、良いのではないのかなと思います。はい、ね、実際本当これに関しては物の良し悪しを語る前に価格次第っていうところが非常にこう大きい微妙なラインを攻めてきているクオリティを感じますね。あとは走んないと分かんないです。おそらくね走行レビューとかやる人たちはねこぞって褒めたたえて褒めちぎると思います。僕ももしメーカーさんからね乗っていいよって言われたら褒めちぎると思います。はい、多分ね火の打ちどころはおそらくない。ない。昔のバイクと比べてこうだっていう話はきっとあると思うんですけど、モノショックになったのはリアショック中華製だからそれを交換する時に、例えばねオーリンズだったら日本ショックだと16、7万しますけれども、モノショックだったら10万11万ぐらいで買えられるわけだから、そこはいいわけですよ。デザインは損ねてるかもしれないですけどもね。ただネイキッドがね日本ショックだっていうのはもうなんかねバリオスの時に話がついたような気がしますけれどもね。はい、またそこはいろいろな変化があってですね、僕は2型になって日本ショックに戻りましたけどもね、あっちはね。これはこれでいいんじゃないのかなと思いますけれどもね。だからね400で出すんだったら思いっきりプレミアム感がある方に振っちゃっての高く売るっていうのでも良かったんじゃないのかなと思います。もしこれを逆にねこういうコスパを意識した方で、まとめて、その中でも無理にですね、高級感を演出するってなってしまうとギャップはある。でもそうじゃなくて、そこそこなもので、やってですね、そこそこな金額でっていうことだったら市場は大歓迎っていう感じじゃないのかな、はい、的な感じです僕からすると。はい、ただ 400cc の市場っていうのはものすごく今日本国内ではタイトですので、売れたって言ってもおそらくはレベルとかねハンター株とかね辺に比べるとその何分の1っていう台数になってしまうんじゃないのかな。例えば年間
割り当て3500台4500台が全部売れましたとかね、それだけの話になると思います。世界基準に考えるとそういう台数っていうのはもう利益ないかほとんどないかちょっと赤字かぐらいな台数ですね。その10倍ぐらい売れてくれてからの話になってくると思うんだよな。儲かったねみたいなね。はい。まあ、いずれにせよホンダがまだ日本国内市場を少しは向いててくれてよかったなと思った次第でございます。はい、皆さんどう思いますでしょうか。ご視聴どうもありがとうございました。